こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円ほどでゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で40冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があれば、チャンネル登録やコメントなどお待ちしています。今日は普通に働けない、それでも人生は普通に暮らせますというテーマでお話ししていきます。週5日、1日8時間、朝決まった時間に起きて、決まった時間に家を出て、会社へ行って、上司や同僚とコミュニケーションをとって、会議に出て、電話に出て、仕事が終わるまでその場所にいる。そしてそれを何十年も続ける。僕たちはこれをあまりにも普通のこととして見ています。だから、この働き方がしんどいと、自分は働くことに向いていないのかな？社会人としてダメなのかな？自分は普通に生きられない人間なのかな？そんな風に考えてしまうことがあります。でも僕は今になって思います。もしかすると、働けないのではなく、週5日、8時間、組織、通勤、人間関係、決まった時間、このセットが自分に合っていないだけかもしれません。今日はそんな話をしたいと思います。僕自身、大学を卒業した頃は、人生の選択肢なんてほとんどないと思っていました。大学を卒業する。普通に企業へ就職する。その会社で働き続ける。もし何かあっても、せいぜい転職するくらい。そして定年まで働く。これが人生だと思っていました。というより、それ以外の生き方をほとんど知りませんでした。だから当時の僕にとって、働くという言葉は、ほぼ会社員として働くと同じ意味でした。会社員ができなければ人生が終わる。仕事を辞めたら社会から脱落する。そんな感覚すらあったと思います。でも今の僕の生活はその頃の僕が見たら多分かなり驚くと思います。朝起きます。エアロバイクを漕ぎます。その後カフェへ行きます。Kindle の原稿を書いたり、YouTube の台本を書いたり、文章を書く仕事を少しします。家へ帰ります。昼ご飯を食べます。昼寝することもあります。そこからはかなり自由です。続きの仕事をする日もあります。本を読む日もあります。気になったことを調べている日もあります。何もせずに過ごす日もあります。僕にとっては今のこの生活がかなり自然です。でも当然ですが、会社員を辞めた翌日にいきなりこの生活が始まったわけではありません。ここが今日一番伝えたいところかもしれません。今の僕の生活だけを見ると、自分で本を書いて YouTube をやって好きな時間に働いている人、そんな風に見えるかもしれません。でもその前には全くお金にならない時期がありました。文章を書いても1円にもならない。発信してもほとんど誰にも見られない。これが仕事になる保証なんて何もない。そんな時期です。会社員を辞めた後、僕は Uber Eats の配達を始めました。最初は自転車です。自転車で街を走って、一軒配達する。数百円入る。また一軒配達する。その日暮らしていくためのお金を作る。そしてその合間に文章を書き続けました。配達をしている時間は書く仕事とは全く関係ありません。でも、あの配達があったから僕は文章を書き続けられました。ここがすごく大事なんです。僕はいきなり好きなことで生きるに飛び移ったわけではありません。まず、生きるためのお金を作る仕事と、将来仕事になるかもしれないことを分けました。Uber で今日のお金を作る。
文章で未来の可能性を作る。この2つを同時にやっていました。その後、自転車での配達から黒ナンバーの軽自動車での配達へ変えました。これも僕にとっては大きかったです。自転車より体力的に楽になりました。配達で全部のエネルギーを使い切らなくなった。すると、家へ帰ってから文章を書く余力が残るようになりました。そこから少しずつ書く仕事を本格的に進められるようになりました。Kindle を書きました。発信を続けました。YouTube も始めました。最初は小さかった収入が少しずつ積み上がっていきました。そしてある時、Uber で稼ぐ金額よりも、文章を書いたり発信したりして得る収入の方が大きくなってきました。そうなってから僕は Uber を少しずつ減らしました。Uber を減らした分だけまた書く時間が増えました。書く時間が増えるとさらに本を作れます。さらに発信できます。するとそちらの収入がまた増える可能性が出てきます。僕の働き方はある日突然変わったわけではありません。少しずつ比率が変わっただけです。Uber100% だったものが、Uber80%、文章20% になって、Uber50%、文章50% になって、いつの間にか文章や発信の方が大きくなった。そんな感覚です。だから僕は普通に働けないと悩んでいる人に、いきなり会社を辞めて自営業になりましょうとは思いません。それは怖いです。僕が伝えたいのはもっと小さな話です。働き方は一種類ではありません。ここを忘れないでほしいと思います。週5日働けないなら週3日かもしれません。1日8時間がしんどいなら4時間かもしれません。会社という組織が苦手なら一人でできる仕事かもしれません。電話が苦手なら電話の少ない仕事かもしれません。通勤が辛いなら在宅でできる仕事かもしれません。一つの仕事だけで生活するのが怖いなら、アルバイトで5万円、配達で3万円、副業で3万円、そんな風に小さな収入を組み合わせる方法だってあります。正社員として月25万円稼ぐ。これだけが働き方ではありません。5万円を3つ作る。10万円を1つと3万円を2つ作る。そういう働き方もあります。僕はここにかなり救われました。会社員時代の僕は、一本の太い柱を作らなければいけないと思っていました。立派な会社、安定した給料、一つの職業。でも僕にはその一本の柱をずっと背負い続けることの方がしんどかった。だから今は小さな柱を何本か作るような感覚で働いています。もし一本が細くなっても別の柱がある。もし文章の収入が減れば必要なら配達を増やせばいい。もし一つの発信がうまくいかなければ別のものを作ればいい。僕にはこの方が精神的に楽でした。もちろん正社員が悪いわけではありません。会社員として働くことが合っている人はたくさんいます。決まった給料が入り、役割が決まっていて、チームで働ける。これはとても強い働き方です。でも全員に合う必要はありません。靴と同じです。多くの人にとって履きやすい靴でも、自分の足には合わないことがあります。その時に、この靴を履けない自分がおかしい、と考えるより、別の靴を探した方が早いことがあります。働き方も僕は同じだと思っています。そしてもう一つ、普通に働けないと悩むとき、僕たちは働くことと暮らすことを一緒に考えすぎている気がします。会社員としてうまく働けない。だから生きていけない。本当にそうでしょうか？生きるために必要なのは、自分が暮らすために必要なお金を作ることです。その作り方が会社員である必要はありません。
僕は生活費を小さくしています。これは単なる節約ではありません。必要な収入を下げることで、選べる働き方を増やすためです。月30万円必要なら、月10万円しか稼げない仕事は選べません。でも月10万円台で暮らせるなら、選択肢は一気に増えます。短時間勤務、アルバイト、在宅ワーク、配達、個人での仕事、小さな事業、いろんな働き方が突然現実的になります。つまり、普通に働けない自分を治すという方法だけではなく、普通に働かなくても暮らせる生活を作るという方法もある。僕はこの発想を知ってからかなり楽になりました。会社員に適応する能力を上げる。もちろんそれも一つの道です。でも、自分が生きやすい環境へ移動する。これも立派な問題解決だと思います。苦手を克服することだけが成長ではありません。苦手があまり発生しない場所へ移ることだって、自分を理解した結果です。多分、今の僕が昔の僕に会ったら、一番伝えたいのはこれだと思います。お前が思っているより生き方はいっぱいあるぞ。会社員を辞めたら終わりじゃない。正社員じゃなくても暮らせる。一つの仕事で全部稼がなくてもいい。1日8時間働かなくてもいい。毎日同じ場所へ行かなくてもいい。自分の商品を作ってもいい。配達してもいい。文章を書いてもいい。アルバイトしてもいい。複数を混ぜてもいい。途中で変えてもいい。生き方は無数にあります。そして、その選択肢のほとんどを、僕は会社員だった頃知りませんでした。知らないものは選べません。だからこの働き方しかないと思っていました。でも違いました。一つの働き方が合わなかっただけで、人生そのものが合わないわけではなかった。これすごく大事なことだと思います。週5日働けない。8時間働けない。会社の人間関係が苦手。電話が苦手。朝決まった時間に出勤するのが辛い。もしそうだとしても、それだけで働けない人間になるわけではありません。条件を変えたら働けるかもしれません。場所を変えたら働けるかもしれません。時間を減らしたら働けるかもしれません。一人なら働けるかもしれません。好きなことなら集中できるかもしれません。そして、その小さなできるを組み合わせれば、普通に暮らしていける可能性があります。僕は今、朝起きて、エアロバイクを漕いで、カフェへ行って、文章を書いて、昼には家へ帰って、昼ご飯を食べて、眠ければ昼寝して、午後は自由に過ごしています。昔の僕からすればかなり変な生活です。でも今の僕にとっては、これが普通です。普通って多分一つではありません。世間の普通と自分にとっての普通は違っていてもいい。大切なのは、みんなと同じように働けることではなく、自分が壊れずに暮らし続けられることだと思います。もし今、自分は普通に働けない、そう思って苦しんでいる人がいたら、一度だけ言葉を変えてみてください。普通に働けない。ではなく、この働き方は自分には合わない。たったこれだけです。でも、この二つは全然違います。前者は自分自身を否定します。後者は環境との相性を考えます。自分がダメなのか、今いる場所が合わないのか、この二つを混同しないでほしいと思います。もちろん、すぐに答えが見つかるとは限りません。僕自身も会社員を辞めて、自転車で配達して、軽自動車へ変えて、文章を書き続けて、何年もかけて今の形になりました。
最初から設計図があったわけではありません。その時その時で、今より少し楽になる方を選んできただけです。それを繰り返していたら、いつの間にか昔の自分には想像もできなかった場所へ来ていました。だから、人生の完成形を今すぐ見つけなくてもいいと思います。まず、今の働き方の何がしんどいのか、そこを一つだけ考える。時間なのか、人間関係なのか、仕事内容なのか、通勤なのか、収入なのか、場所なのか、そしてその一つを少しだけ減らせる働き方を探す。そこからでいい。人生は一本道ではありません。横道もあります。遠回りもあります。途中で休んでもいい。別の道へ行ってもいい。そして、普通の道を歩けなくても、人生そのものが積むわけではありません。僕自身、それを今の暮らしから実感しています。普通に働けなくても、自分なりに働くことはできます。普通のキャリアから外れても、普通にご飯を食べて、普通に眠って、好きなことをして、笑って暮らすことはできます。だから、普通のルートじゃなくても済まない。僕はそう思っています。ということで今回は普通に働けない、それでも人生は普通に暮らせますというテーマでお話ししました。もし今の働き方に苦しんでいる方がいたら、自分をどう直すかだけではなく、自分に合う働き方は他にないか、そんな視点でも一度考えてみてください。今回の内容が少しでも参考になった方は、チャンネル登録や高評価、コメントなどをいただけると嬉しいです。また、僕の著書やノート、ゆるく小さく暮らす人たちのためのコミュニティ田中クラブは概要欄にまとめているのでチェックしてみてください。それでは、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。ミニマリスト田中でした。バイバイ。